日本のドラマでは、主役を演じる俳優は、生涯ずっと主役、脇役は、ずっと脇役と役割分担が固定していることが多いようですが、韓国では、脇役や準主役を演じていきながら、主役に昇格していった俳優さんが珍しくありません。そのため、現在主役級を演じている俳優さんが、今から考えると、意外な役を演じていることが多々あります。主役級の俳優さんの誰が、昔はどんな役をしていたのか、当時のエピソードは、近況はについて見ていきましょう。脇役から主役に昇格した俳優。それでは、早速、過去に脇役を務めていた後に、主役に昇格した俳優さんを3名ご紹介していきます。今優。韓国ドラマの人気の順位を問えば、必ず上位に入ってくるドラマ、ドッケビの主人公を演じたクォンユさん。映画は、トガに、幼き瞳の告発、サスペクト、悲しき容疑者、新幹線、ファイナルエクスプレスに主演しています。クォンユさんが、ブレークし主役の座を決定的にしたのは、2007年のラブコメドラマ、コーヒープリンス1号店で、外見は冷たくクールに見えても、内面は限りなく情け深い、コーヒー店の社長を演じた時だということは有名な話です。クォンユさんは、2001年ドラマ、学校4デビュー後、映画やドラマに出演していましたが、特に注目されず、コーヒープリンス1号店の直前の主演のドラマ、ある素敵な日は、低視聴率で、低視聴率俳優という不名誉なレッテルまでついていました。まだ注目されていないこの時期に出演した作品の一つが、2006年、クォン・サンウさんとキム・ハヌルさん主演のラブコメ映画、同い年の家庭教師です。クォン・サンウさんが21歳の高校5年生役で、清純派だったキム・ハヌルさんが弾けた演技で、大人気を博し、韓国で2006年の第2位の520万人を動員しました。クォンユさんは、クォン・サンウさんと敵対し、何かと辛い仕打ちをする高校生の不良のボス、チョンス役を演じます。かなり間の抜けた憎めない性格で、主役2人の恋の障害物となり、ドタバタのラブストーリーを盛り上げ、笑いを誘うコミカルな役でした。クォンユさんは、当時25歳ながら、頭がボサボサの高校生を初々しく演じます。映画は大人気だったのに、話題になったのは主役の2人で、クォンユさんは脇役のうちの1人に過ぎず、注目されませんでした。コーヒープリンス1号店後のファンの間では、同い年の家庭教師は汚点だと否定的に考えている人もいれば、お茶目だと肯定的に取る人もいて、評価は分かれています。今では2枚目役がほとんどですが、この時は面白くて可愛い3枚目もしていたなんてと驚きを隠せません。クォンユさんの近況は、所属事務所の管理するクォンユさんの個人インスタから知ることができ、2022年6月には、車に給油する姿、食事をしている姿、砂浜で読書をする姿と、何をしても様になるイケメンぶりの写真を更新しています。また、2022年中盤に、撮影のパク・ボコムさん主演の韓国映画、ワンダーランドに特別出演する予定です。シン・ヘソン。2020年11月から2021年2月、フュージョンコメディ時代劇、チョルイン・ワンフの主役、チョルイン・ワンフ役を演じたシン・ヘソンさん。現代の男性の魂が入ったチョルイン・ワンフの難しい役どころを難なく消化して話題になりました。映画は、潔白、洞窟、ドラマは、黄金の私の人生、30だけど17です。死の賛美、ただ一つの愛に主演しています。シン・ヘソンさんが主演として昇格したのは、運命に翻弄されながら、凛々しく立ち向かっていくヒロイン役を演じた黄金の私の人生です。それ以前は、2016年のドラマ、ドキドキ再婚ロマンス子供が5人で、主人公の妹役で注目を浴び始め、2016年ドラマ、青い海の伝説映画華麗なるリベンジ、2017年ドラマ秘密の森で少しずつ活躍の幅を広げてきました。
ここでは、黄金の私の人生以前の2016年の映画、華麗なるリベンジを紹介します。華麗なるリベンジは、演技派俳優ファンジミンさんとイケメン俳優官ドンゴーさんが主演です。無実の罪で刑務所に収監された元検事のファンジミンさんが、刑務所で知り合った詐欺師のファンドンゴーさんを通じて、無実の罪を晴らし復讐していくという、痛快な復讐反撃劇で、韓国で970万人を動員し、2016年上半期動員数1位を記録しました。詐欺師役のカン・ドンゴーさんが、復讐相手の秘密の経理帳簿が欲しいがために、復讐相手の選挙事務所の経理役を誘惑するというシーンに、シン・ヘソンさんが経理役として登場します。シン・ヘソンさんは、まんまと、カン・ドンゴーさんの手口に引っかかり、帳簿を渡してしまう。全く地味で化粧っ気がなく、頭のあまりいいとは言えないけれど、復讐劇のポイントとなる役を演じました。まだ、無名のシン・ヘソンさんは、役名さえありませんでしたが、予期せぬことで、大衆の視線を浴びてしまいます。カン・ドンゴーさんとシン・ヘソンさんの口づけのシーンがあり、人気抜群のイケメン俳優カン・ドンゴーさんと口づけをしたと、多くの女性ファンが嫉妬し、女性の共通の敵とみなされてしまったのです。カン・ドンゴーさんは、もともと、口づけのシーンは当初台本にはなく、やるなら濃厚にと監督に言われて、あのようなシーンになった。シン・ヘソンさんが女性ファンから攻撃されて口づけシーンがあるのだったら、もっと女性俳優のキャスティングに神経を使うべきではなかったか、と裏話を披露しています。シン・ヘソンさんは注目を浴びたものの、思いもかけず、女性陣を敵に回してしまって、気苦労が多かったことでしょう。次期作は、ウェブライターオリジナル映画、勇敢な市民で、2022年4月にクランクアップ、同年後半に編集作業をした後、劇場とウェブで公開される予定です。イ・ジョンジェ。2021年、世界中で視聴者を熱狂させたネットフリックスドラマイカゲームの主役主人公のソン・ギフを演じたイ・ジョンジェさん。映画の主演、チュン主演は、ハウスメイド、新世界、感想誌、暗殺、ただ悪より救いたまえなど。ドラマは、砂時計、補佐官2など多数出演。純粋な青年から腹黒い悪役まで、幅広い演技で、実力派俳優として主役級をこなしてきています。1993年にドラマ恐竜先生で主役デビュー、映画デビューした1994年、若い男の主演で、その年の映画祭の新人賞を総なめにし、幸運にも主役デビューして、すぐにある程度の認知度を得ました。けれども、イ・ジョンジェさんを一躍スターダムに押し上げたのは、主役ではなく脇役を演じたドラマ砂時計でした。砂時計は公衆事件をテーマとした社会派ドラマで、チェ・ミンスさん、コ・ヒョンジョンさん、パク・サンゴーさん主演。最高視聴率 64.5% と驚異的な数字を獲得し、国民ドラマと呼ばれました。放映時間になると、みんながテレビを見に家に戻るため、街に人がいなくなり、帰宅時計とも言われています。イ・ジョンジェさんは、女主人公のコ・ヒョンジョンさんのボディーガード、パク・ジェヒ役を演じました。報われないのが分かっていても、一方的に純愛を捧げ、命を懸けてでも彼女を守る、言葉が少なく寡黙で深い瞳で演技する姿が、主役のチェ・ミンスさんよりも人気を集め、韓国中で愛される国民俳優となりました。パク・ジェヒ役が寡黙にならざるを得なかった秘話を、イ・ジョンジェさんは、後にバラエティ番組で明かしています。新人賞を取って、意気揚々と砂時計に臨んだイ・ジョンジェさんでしたが、社会派ドラマで重い雰囲気だったので、セリフを一生懸命重く言おうとしたものの、ちっともうまくいかず、どんどんセリフがカットされ、短くなってしまったとのことです。格上のベテランの主役の3人に囲まれていて、まだ駆け出しだったイ・ジョンジェさんの演技が見劣りしたというのも、セリフを少なくするのに拍車をかけます。それが功を奏して、言葉は少ない分、
一言発したものは名言となり、瞳で演技すると予想外の好評を得ることに成功しました。その後の韓国ドラマに出てくるボディーガード役は、寡黙な設定が多く、多かれ少なかれ、ほとんどパク・ジェヒ役の影響を受けていると言われています。今は、演技派と称されるイ・ジョンジェさんが、演技がうまくできなかったとは、想像ができませんね。それをうまく利用し、砂時計から、他の誰にも変えられない大主役イ・ジョンジェさんを誕生させた監督、スタッフも素晴らしいですね。2022年は、ルイ・ヴィトンのグローバルアンバサダーとして活躍しています。また、自身が監督、脚本、主演で、チョン・ウソン共演の映画、ハントの公開を控えています。まとめ、コン・ユさん、シン・ヘソンさん、イ・ジョンジェさん、今は、実力派で華々しく活躍している主役級ですが、脇役をしていた時期もありました。今から考えると予想もできない役もしています。その時の脇役の演技が主役級に昇格するいい経験になったのは間違いないでしょう。いろいろな経験の土台の上で、これからも幅広い演技をされることが期待されます。また、韓国ドラマを見るときに、今脇役をしている人の中から、次の主役級に誰が出てくるのか発掘するのも、楽しみの一つに加えてはいかがでしょうか。